ちょっと早かったっけ早かったか。ちょっとおっしゃったな。やだ、始まってんの？いや、まだまだ。そうまだそろそろ始まるでも。ミーティングをセットアップするって書いてるな。おあ、なんか始まってる気がする。始まってる気がするよ。こんな始まり方でいいの？こんな始まり方でいいんじゃないスターシードチャンネル。ってやんだけど、ただ始まってるかがいつもこれわかんないんで、ちょっとあ、チャットにない、うん。チャットに何かが書き込まれたら、ちょっと待って。あ、見てるね、皆さん。見てる感じする。こんにちちょっは。と待って。なんか、ちょっと待ってね。どうした？ちょっと待ってね。なんか音を、自分の音を拾っちゃってる。ちょっと待って。今、ヨシさんが自分の音を拾っはい。てるみたいなのすいませで、ん。少々お待ちください。あきこさん、ちょっとすいません。お任せしちゃおう、先に。はい、こんにちは。いつもありがとうございます。あ、大丈夫になっちゃった。はい、こっちも大丈夫です。はい。じゃあ、あきこさん、始まりまはい。しょうか。始めましょうかということで、はい。始まりました。スターシートチャンネルということで、よしです。あきこです。こんにちは。よろしくお願いします。はい。今日はですね、なんと、スターシートチャンネルの久々なライブはい。配信をしております。パチパチ。いやー、あきこさん、どうですかこはい。のライブってね、久々ですけども、うん。いっぱい今回ね、たくさんの質問とか、うんうん。こんなことを聞きたいっていうのがいっぱい予想以上にね、たくさん入ってましたけど、ありがとう今日ございはいろいろます。答えちゃおうかというふうに思いますし、あとはい。リアルタイムね、今チャットの方に書き込んでもらうと、いろんなことをね、また、答えちゃおうかなっていうのを思いますので、ぜひぜひコメントはい。をいっぱい皆さんやってみてください。ということで、よろしくお願いね、します。今日は、だから、何について答えようかっていっぱいありすぎてね、ちょっとうんまだまだ迷うん。ってたんですけど、あきこさんはい。どうですかね何か、これうんうはというん。質問はございましたであ、しょうかはいはいはい。はい、うん。今じゃあちょっとチェックを入れはい。て。チェック入れてね。うん。うん。まあでも楽しいよね。こうやっていろんなことをね、質問とかうん。ご意見とかもいろんなものをもらって、うん。なんかみんなね、なんかすごい、なんかそれぞれね、コメント、うん。質問も面うん。白い質問が多かったんで、ありがたいですなんか全部ね。答えたいんだけど、全部答えちゃうと多分明日の夕方ぐらいまでね、かかっちゃうんでちょっとね、うんうん。ピックアップになっちゃうとは思うんですけど、うん。はい。うんうはい。ん。どうですかあきこさん。はい。うん。いつもありがとうございます。よしさんと、あきこさんの掛け合いが大好きですって書いてくれてる方うんうんで、うんうん自分の気持ちに寄り添うようになってから、周りの人間関係がガラリと変わり、お付き合いがほぼなくなりました。ほっとすると同時に少し寂しい気持ちもあります。次のステージで新しい出会いが迎えるために何か意識できることがあれば教えていただきたいということなんですが、うどうですかーん。ね。うん。まあ、あきこさん、ちょっと答えてください、ぜひ。これは。うん。まあ、なんか何読んでて、なんだったっけそうですね。読みながら大変よ、こあ、れ。ちょっと読んわで。うん、あ、そうか、読みながらだからね。いいよ、よしさんは今どうだった？聞いてなかったでしょ？いや、逆にね、違うんです聞よ。いてない僕はでしょ？何をしてたかというと、このスターシードチャンネルライブが始まるよっていうのを書き込まないといけないというのを今やってたの。あ、そうですよね。聞いてないってこと LINE、です LINE、よね。そうそうそう。LINE の方にね。まあまあ、オッケーオッケー、すみません。そういうことでうん。今申し訳ないですけどね。はい。じゃあ、すいません。じゃあ、私、ちょっとうん、今、次のステージで新しい出会いを迎えるにあたって、うん、そうですね、気にしないっていう人間関係が変わるんですよ。やっぱりこう自分のエネルギーが変わってくると人間関係変わるっていうのはとっても自然なことだし、うん、これから先にやっぱりこの宇宙時代の仲間とか、だからご自身がすごく本当につながりの深い人たちに会えるっていうことになってくるから、うん、ワクワクしてるといいと思うんだよね。うん、うん、うん。でそこでこう寂しいとかそういう気持ちが出てきたらブロック解除とか統合のワークで書き換えるっていうふうにしていくといいんじゃないかと思いますね。うん、こんな感じかな。はい。はい。今僕LINE にメッセージを送るという
重要なもうかな。もの今終わりましたんで、もう集中してやりますけど、えーっと、まあ、リアルタイムに、だからリアルタイムに今ね、LINE が来たなっていう人はね、私今送ってたんですよってことで、うんうんそうだ。で、僕の方も答えてみましょうか、じゃあ。うんうんなんか今のタイミングってすごい、なんていうの、うんうん自分の波長がちょっと変わっただけで、本当うんうんにまた、例えば過去に出会ってしたあの人が、なぜかまたこう、ピューンとなんていうの、うんうんこう、コメントが来たりとかっていうのはないですか、逆に。うんうんうんだから、その周波数帯ですごい敏感に、いろんな人とこう波長があって、それがこう、なんていうの、あの、連絡が来たりとかっていうことがあるんだなっていうのを最近感じますね。うん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 。そういうのはありますよだね。ね。うん、うん。そうそうそう。そうだ、とて新しくも楽しく出会う人もいれば、てね。もしかしたら今まうんで出会ったうんう時はあんまりん。そういういろんな話はしなかった人が、逆にこう、いろんな話をすることになるってこともありますよね。あ、うんうん、うん。そうだそうそうね。そう。うん。ああ、はい。それはいいよね、だからね。ね。じゃあ、まあそんな感じ。次行きましょうかね。はい、どうぞ。闇の政府の情報を知ったのですが、どんなことがあろうとも自分を生きるに変わりはないと意図していますが、うん。安心してリラックスしていいのだろうとも出てきます。これがうん。トラップってことなのでしょうか。私が情報をキャッチしているということは、他の方も情報をキャッチしているっていうことになる。で、そのあたり、ヨシさんに聞きたいっていうことなんですが、はい。闇について、について。まあ、最近ね、闇の動画とかも出してますけ闇。ど、僕がうん。やっぱり思うのは、闇ってもう楽しむしかないですよね。もうこうなったら。闇のうそういう話。ん。だから、まあ、僕も、皆さんも多分通る道があったと思うんですけど、なんか一回うん。最初にそういう話を知った時には、すごい不安になっちゃうでしょ、最初は。うん。うん。うで、そのん。次の段階は、なんとかこの世界を変えないといけないっていう、こう正義感に燃える人もいるじゃないですか。うん。うん。で、すごいその悪を憎むみたいな。うん。で、なんかこう、こう水戸黄門じゃないけど、悪者を退治しようみたいなエネルギーを出しちゃうんだけど、うん。うん。そういうことでもなかったりするじゃない、結局。うん。うん。うあ、ん。なんかそういうことがあんだ、へえ、面白いみたいな感じに、もう最近はなってて うん。まあ申し訳ないんですけああ。ど、でもそれうん。ぐらいの方がいい気がするんですよね。あうん。あ。あ、そういうことあるんだ、確かにそういうことあんだ、へえ、世界って面へ白いね、みえぐたいな。らいがいい。そうそう。そうへそうそうそう。えみたいな。そうそうそ深刻に捉う。うえるん。時もあってもいいだろうけど、まあね。うそん。そうだね。うん。へえぐらいでいいんじゃない？へえぐらいがいいよね。そうそう、へえへえぐらいがぐらいわかめっへえちゃいいと思うね、へえぐらいが。うん。うまあ、だかん。ら、まあ、なんでかっていうと、やっぱり、僕もそういうことがあったんですけど、エうネルギーすごん。く奪われちゃうことがあるんですよね、そういう時って。あなんかそっちにあ。怖いとか恐れとかなんか、あとなんうん。ていうの怖い方の現実の方にエネルギーを向かっちゃうみたいなね。ううんうんうん。ん。うん。まさにそれってだから、あの、うか、ん、まあ、そういうことがもしかしてあったのかな、へえぐらいにやっぱ入れといた方が、うん、やっぱこれから先に起こることとかの変化であっうん、たりとか、そういうものに対して、ちょっと気持ち的に準備ができるのかなっていう気うん、がするから、うん、そうだね。うん、そう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 。そうそうそう。闇系の話はやっぱりそうまたありましたね。うん、同じ闇との向き合い方、捉え方、同じ感じですね、うやっぱりん。ね。うん、まあ、闇は闇系の話。楽しもうでいいんじゃないのっていう感じですよね。あ、闇を楽しもう。闇を闇楽しもってやっぱう。うり、ん。そう、自分の闇っていうのも結構気持ちいいからね、楽しいし、あ、やっぱそそうかこが、そうか。そっちね。そう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 、うーうん、自分ん。自身の闇もやっぱ闇って必ず持ってるし、やっぱうん、すごいうん、こう落ち込んでる時とか、まあ、闇といえば闇だし、光といえば光だし、やっぱりうん。両方あるのがこう人間であり、まあ、地球であり、宇宙であるって感じだかうーら、ん。うん、とてもそっいいことだか。よね、うん、見ることあ自体は。のうん。闇はね、なかなかこう、見えない怖いっていうエネルギー、僕もあったんだけど、最近ちょっとね、やっぱ薄らいうん。できたよ。うーん。本当に。うーん。まあ、本当にね、さっきの捉え方と同じですよね。自分の中の闇も、外側のうん。闇も、うんうんうんうなんか、ん。へえ、そんなんあんあ、だね、みたいな。そうそううそう。だから内ーん。側の闇をやっぱ闇っていうか自分の見たくない部分に蓋してうたりすると、ん。やっぱうすごい外ん。側の闇に対してすごい反応するような気がする。
でも自分と向き合ってウェーみたいに自分自身のウェーってなってると外の闇があんまウェーってならないっていうか、で、そうそう。それはなんか同じなのかもしれないですそうだね。だからなんかテレビとか映画とかね、すごいなんかもうサスペンスだったりいろいろあるじゃないですか。で、闇とかの話を、面白いなと思って捉え始めると、なんて面白い世界なんだっていう風になっちゃうじゃないこの世界。なんて映画みたいなんだみたいな。ああ、そうだね。実際にそれがね、映画としてまたそれも、でもこう、なんていうの、自分が作ってたとかね、なんていうんだろう、大きい目で見たときに、やっぱこう、遊びだったとか、そういうことも分かってくると、もう本当に面白い遊びって捉えられるよね。そうだよね。そう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 。きっかけかなと思います、いい感じ。次ね。はい。アフターコロナは経済的にも二極化すると言われていますが、SNS を利用する人は経済的に豊かになり、そうでない人は豊かにならないということですか？ SNS を配信しなければいけないというような焦りを感じています。教えていただければ。なるほど。どうですか？なんかそういう、IT 的な方向でね、言っちゃえば、それはやった方がいいのはいいんですけど、みたいな感じになっちゃうんですけどね。ただ、やっぱり苦手な人もいるとは思うんだけど、昔よりもね、どんどん進化してきましたよね、今って、スマホとかも。すごい楽なんじゃない？あきこさんもそんなに得意なわけじゃないでしょ？そうです。すごい簡単にできてて、も指一本、これですよ。これが指押せない人いないじゃないですか。そんなに簡単にこうヨシさんみたいな人とか、この IT をやってきてくれた人が簡単にしてくれてるっていうことを知らないといけないんですよ。苦手だった人は。知ればいいというか、簡単になってるんですよ。簡単だね。最近なんかめちゃめちゃ僕も逆にびっくりしちゃうのは、僕なんかこうブラインドタッチってわーって打つのが多分、こう日本で何番目かに早いんですけどぐらいやばい。幼稚3歳からやってるから。だけどでも最近負けるんですよ。負けるって何かっていうと、言葉で喋って変換できちゃうじゃない最近スマホが。それよりも遅いんですよ僕の打つのが。だからこれはもう負けたなって思う。だから誰でもできる時間になっちゃったなってことね。本当に思う。旦那さんがさ、漢字書いてて、どうしたのかと思ったら喋ってた。こうやって喋ったやつが漢字になってて、本当に正確に出るのね。びっくりしちゃう。漢字なのね。漢字でそうちゃんと出てて、間違いがなかったんですよ、その言葉に。だからすごい正確になってるなと思って。すごいよね、今ね。はい。もう一個いいですか？闇系。どんどん闇は僕大好きなんで、大好物なお方に、陰謀説に日本乗っ取り 5G など、外で起きている現象に不安を隠せない。集合意識の餌食になるようなことからは離れたいけど、自分のいる地球で起きているからこそ黙っていられないです。これから日本の穏やかに軽やかに生きていきたいのですが、今私たちスターシードはどのような行動をとることが最善なのか。なかなかかっこいい。これだから、あれじゃないですか、よく使命とかという方向に考えるならば、一つね、僕たちがっていう風な感じもあるじゃない、あきこさんはなんかそういうの。だけど、どうなんでしょうね、その辺って。どうなの？黙っていられない。黙っていられないっていうか、自分が動かなくても、やっぱりスターシードの違うそういう、例えばですよ、こういうストーリー的な話をすると、そういう任務の人が降りてきてるって私は思うから、やんなくていいですよ、自分が。もっと特殊部隊みたいな人きっといて、そこに入り込んでるからやってんだろうなと思って、こっちはヤギを見てれば波動を整えてあげた方が彼らは動けると思ってるから、なんだよ、逆になんか自分が動きたければ動けばいいけど、ちゃんとそういうなんていうのかな、光が強くなるっていうのは、やっぱりなんていうのかな、やっぱ闇と光で敵と味方じゃないけど、もしそういうのがあったとしたら、ちゃんとそういうふうに光が強くなるような人たちっていうか、そういう人たちが生まれてたりちゃんと降りてきてると思うから、自分がやりたければそれやればいいけど、やりたくなくて正義感みたいなところでやる必要はないとは私は思います。
そうだよね。そうそう。あそうの、そう。そうだね。なんていうんですかね。まあ、うん。そういう方向にね、こうエネルギーを同調して、しかもなんか本当にやるべきうん。ポジショニングいる人は多分やればいいんでしょうしね。そうそうね。そうそううんうそうそんうんうん。まあう。そう僕もちょっいう、とそういうのは好きな方ではあるんで、ちょっとそっちもあるし、まあう楽な方も好ん。きだし、みたいな感じかな。うん。うん、そうそうそう。やりたければって感じだようね。ん、そうですね。うん。うん。まああとは、そうだな。うん。うーん。なんかね、闇系の話。まあ、闇系まあ、グレちゃんとかまた話してたんですよ。たまたま今日ね。おお。グレゴリさん。ほうほうほう。うん。まあ、なんか、あの方はなんかすごい長いから、すごい細かい話をよく知ってるじゃないですか。はいはい。まあでも、グレちゃん。うん。まあ、そういうとか微妙な、確かにその、まあ、いろんな、まあ、うん。会社とかに関わる、ちょっとこう、うん。そういった、まあ、しがらみであったりとか、まあ、うん。上からの圧うん。力だったりとか、そういう話もあったけど、うん。うん。うん。だから、まあ、だからそういう、まあそうだね。だから結局そういう細かく、そういうポジションを上がってる人に任せれば、そこはいいし、みたいな。じゃあ僕は多分だけど、まあこういう うん。IT もそうだし、こう、なんていうかな、新しい世の中に新しいワクワクすうん。るようなことを、なんうん。かこう、三次元的なことと、そういうスピーチャーとか宇宙的なことを結びながら、こう、どっちの人にも分かりやすくこう伝えていくのが一つ僕は好きだなっていうか、ポジションかなって思ってるんだけどね。うあきこさんはん。どんな感じだと思う自分というか、あきこさん自身は。うん。な、そういうスターシード的に何かを今やるのは何をやる感じになってるんでしょうね。何が得意だから何をやるもう、感じなんだろうね。そうですね、それぞうん。れが本当にやりたいことやればいいと思う。私にとってはやっぱり自分の波動を整えることがうん。全てが最善になっていくことだと思ってそれをやっているんだけど、うん。あとは意図、良くうん。なっていくっていうふうには意図を出して、でも別に何か私が直接的に動くっていうことはそんなないんだけど、うん。まあ、スターシードっていうことを発信することぐらいかな。あと、うん。こが変わってるとか、なんか変わってきてるとか、そういううことはん。発信するけど、直接的に何か闇と何かやったりとか、うん。なんかこう、闇のことを知らないしね、そんなう得意じゃないん。し、うん。そう、得意な人たちがやってくれてると思うから、私うん。は私のやりたいこと、好きなことをやっています。うん。そんな感じ。うん。はい。うん。ねえ。まあ、だからうん。みんなが、それぞれがなんか得意なこととかでいいよね。そう。うん。無理しなくていいっていうか、なんだろう、かわいそうな人がたくさんいるから何かやらうなければっん。て、それでもちろん動いてもいいんだけど、本当うん。にやりたいかっていうところを自分うん。で、そういった出した時にやりたいっていう気持ちがあるんだったら、もちろんそれで何うかやればいいんん。ですけど、なんかやらなくちゃとかね、そういう意うん。識でやると、やっぱ分離が起きて苦しくなってくうる。ん。そうですね。うん。うん。そう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 っていう感確かに。じかなと思います。はい。すみません、あきこさんに全部コメント選択を振っちゃってますけど、いいですよ。いいですか？大丈夫です。はい。はい。じゃあ、次ですね。イヤイヤ期、お子さんのことですね。あイヤイヤ期のあ、子供と接していると、ほっうん、とする時間がなくなり、どうにも波動が乱れる。うん、大好きな家族なのに、そう思ってしまうのも情けなくなりますうが、子ん。供についてどうですか？よしさんとはい、かどうなの？僕なんかもう乱れまくりますよ。うんうんうんの妻も乱うんうん。れまくりますよ。乱れまくり。そう。でもね、ええ最初はね、そんなに僕も同じように考えてましたよね。だから、なんでうん。親としてこんな乱れちゃうんだうん。みたいな、なんか、そういうなんか、昔ながらの親としてみたいな、うん。親とはこういうもんだとかあったんだけど、うんうんうんまあ僕の場合はだから、まあ僕自身もなんか本をね、去年出した時に、うん。いろんな人にインタビューしたんですよね。うんうんそしたらうん。結局やっぱりスターシードみたいな話だったのよ、結局。結局は、子おー。供に教えてもらうんだよね、みたいな。魂はやっぱりどう考えても子供の方が上だし、みたいな。魂年齢とかね。だうんうんから、そういう意味では、あんまりそういう心配することもなければ、親として何かをすることもなければ、で、そういううん。ふうになんかなってから楽になったっていうか。うん。ああ、うん。だから親だからこれしなあかん、あれしなあかんみたいな、なんかそういうしがらみが消えていったっていう感じ。うん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 。だから、でもまあ、乱れまくりますよね、そりゃね。
僕はうん、そうよ。子供僕はだからはすごい。そんな苦手だもんだって、子供とか、なんていうの、こう、よくわうん、からない生物。うん、うん。だから、あれだもんね、うん、子供と30分遊べないって言ってたもん遊べない。まあ子ね。供でも可愛いんだけどね、最近めっちゃ可愛いんだけど、うもともん、とはそういう人間だから、うん、う普通ん、のなんかわかんない、普通かどうかわかんないけど、そういうなんか親うん、がね、うん、できるようなことはできないのよ。うん。でもうん、そういう人うん。はやっぱいっぱいいますよ。うん。うん、うん。それでいいいいと思と思うよ。うし、それでうん。いいよね。ね。今のうん。例えばさ、ヨシさんの話で子供と遊ぶっていうんですけど、うん。私が子供と遊ばないんであ、すよ。それがね、すごい。もうな僕はね、それはすごいなって。遊ばない、遊ば遊びたくないっていうのがいいよない。ね。うそう、ん。遊びたくないっていなんかうかそれすごい。別に、僕はね、それ学びましたよ、それで。そう、別に無理うして遊ん。ぶ子供うん。に合わせて、まあ、うん。絵本読んであげたこともあったけど、まあ、読みあ、たければ読むみほんと。たいな、うん、ええ、感じだけど、僕ね、今とかは別に、最近ね、いい作はい。戦を思いついたのよ。絵本の読み方で。ほう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 。例えあ、いば、い文字はい。をそれもいいんだけどね、はいは僕い。読むのめんどくさいから、うん。絵を見て適当なことをパッて一言だって言って全部終えるっうん。ていう作戦をやったら楽だった。ああ、チャネリングですね。そうチャネリング、そうそうそう、チャ適当にね。ネリング絵本みたいな、適も当にう適当、読んじゃうっていうやつか。でいいと思うんですよ。うん。うん、そうほんとにほんとだね。に。そうなのよ。うん。お子さんとか家族っていうのはやっぱりうん。波動乱れるから、そこでやうん。っぱり波動を整えようとしても無理だから、別うん。のところでやっぱりうん。時間を自分のためにあえて取そうね。らないとダメだと思う。うん。それ大事ですよ、ほんとに。大事、う本当にーん、大事。ほんとに大事。子供とか家族に対してちゃんうと接したーん。いって思うんだったら別のところで、うん。だから同じ空間でもトイレの中ですごい30分ぐらい入ってるとか、とにかくそのああ、いい自分の、かもいいかも。そうの自ん。分の時間を取ってあげないと苦しくなりますね、波動うん。乱れるそうから。そうそうそうん。っていう感じがあるんじゃなう。ういかと思ん、います確かに。ね。うん、こんな感じ。あとは、お子さんのことで、ね、波動を上げるコツとか、これあたりもいいかもね。チャネうんうリングのんコツと波動を上げる方法。うん。おお。うん。それあきこさんがね、うん、波動得意を上げですからね。る方法うん。は、波動が高いって何ですか、よしさん。ああ、そう聞かれたら波動、どう言えばいいんですかね。波動、波動装置とかね、やっぱああ、り置いてある。そうかそうか。そうね。波動が波動高い状が高いっ態か。て何なの？まあ、うん、高いって。そっちの機械で言うと、波動が高い低いというよりも、あうん。の、シンクロしてるかどうかみたいな方向になっちゃうんですけど、うん。わかりませんね。例えば何かっていうと、周波数にシンクロしてるかっていう話で言えば、例えばうん。楽しいとか、ワクワクするとかっていう周波数帯にシンクロしてると、その人は楽しいっていう状態になってるんですよ。うん。まあ、それああ、をなるほど。高い低いで言うならば、高い方の、よく一うん。般的に高いと言われているような、うん。感情の周波数に合ってる人っていうのは、高いうん。といえば高いよね。そういえば。うん。ってことですよね、多分。うん。なるほど。で、わかりどよどやすくね。よって、例えばこう、恨みとか、妬みとかわかんないけど、そっうん。ち系に行くと、確かに重い感じがするじゃないですか。うん。うん。で、うん。その感情コードに合う感情をうん。出していれば、そういうことにもなるので、ああ、あまあ、そう考えたら、あ、高い低いっていうと、厳密にはあれなんでしょうけど、まあ、そういううん。ことかもしれないですね。うん。ううん。ん。そうだね。だからうん。どのあたりをやるか、どのあたりの周波数帯と合わせるかっていうことなのかね。うん。自分自身が。なんか喜びとかうん。楽しいとかってやっぱ上の方、愛とかって上の方になるうん。から、うん。波動を上げるとすると、やっぱりうん。上の方の周波数帯、そのあたりの自分が感情になったり、そのあうん。たりになるってことだと思うんだけど、うん。ここに対してやっぱりさ、ダメだっていう気持ちとかがやっぱり出てくるから、そういうのをやっぱり書き換えたり、手放していくってことをすると、まあ、常にその状態みたいなところになってるなと思うんですね。うん。でも、悪くないんだよね。だから、どれ選ぶか、どれうん。が好きかみたいな感じだとは思いますうん。うけどね。ん。うん。うん。だよあね。とは、チャネリングのコツ。チャネリングのコツは、もうね、会話チャネリングだっていうことなんですよ。本当にね、難しくやっぱり考える人が多いと思うんだけど、こうやって今、うん。ヨシさんと喋って、チャネリングのコツ何かなって思うでしょ。その時にふっとこうやっぱり自分がヨシさんとか皆さんに話す、これがもうチャネリングになってく
会話って本当はそうだと思うの。それぐらいこうチャネリングっていうのはとても身近なことで、なんか直感でパッと思ったことを言葉にするっていう感じ。そういう感じで思っていただくとチャネリングやりやすいんじゃないかな。難しいっていう観念が入ってると結構すごい複雑になってる可能性があるから、つながってメッセージを取った時に直感でパッと言葉にするっていうことをするとチャネリング能力もまた上がると思うし、日常やってるっていうところを認識するとチャネリング能力も上がるんじゃないかと思います。そんな感じかな。なるほどね。はい。なんか僕のまたこう画像が黄色すぎるんじゃないかっていう。大丈夫ですか？いいんじゃない？だから黄色、もういいですね。癒されるもんね。あ、そうですか。じゃあいいね。はい。わかりました。顔の色と背景が一緒になってて。そうなのよ。これちょっとね、黄色しかできないんだよね。まあいいか。黄色しかできない。いいんじゃない？いいね。はい。覚醒体験。覚醒体験をもっと具体的にお聞きしたい。私の覚醒体験は、覚醒体験、私ワンネスには1回なったことあるんですよ。麻酔を打ったんです。全身麻酔した時に上がっちゃったんですよね。ビヨーンって上がってワンネスになったことがあって、その時に私とここにいるんだけど全てが私だったんですよ。だからそれは20何歳の時だったかな。20何歳の時、そういう感じで麻酔でそんなことになったっていう感じなんですけど、ワンネスって、それが覚醒体験って言えば覚醒体験だけど、そこからやっぱりこういう能力とかなんていうの、衝撃的なものっていうのは一切なかったし、スピリチュアルなことでの覚醒みたいなことはやっぱりそこから離れた状態で過ごしてて、スピリチュアルな方向に来て今があるから、なんかこう覚醒したからすごいなんていう能力が上がったとかそういうわけではないですね。そう。でも気づきですね。やっぱり覚醒って一番強いのは気づき。自分が気づくことでものすごいこうなんていうの覚醒になっているっていうことに周波数が変わるから気づきでブロック解除みたいなもんですよね。だから私がスターシードだって気づいたことは覚醒体験になるのかなとは思います。そういう感じかな。よしさんは？覚醒ね。覚醒したいなみたいなのは昔からあったかもしれないんですよ。なんか修行僧的な生き方もね、長くやってたので。そうなると、結構ね、いろんなそういう覚醒できるんじゃないか修行したらみたいな、なんかそういう感じを長くやってたんですけど、結果的にはそういうことでもなかったなっていうのが一つの覚醒ですよね。覚醒しようみたいな、要は悟ろうみたいにやってたら悟れないなっていうのが悟りだったみたいな感じですよね。悟りというか覚醒、そうね。で、そのさっきのワンネス的なものは、ちょこちょこなんかたまに確かにそういう感覚って訪れるよね。で、なんかこの前だと、この前のインドの合宿でもちょっとあったね。僕も。みんないろんな人が言ってたけど、なんかその自分と周りの人たち、要は参加してる人たちやみんな全部の全てが、自分だったみたいなね。もうなんとなく思ったし、そういうふうに言ってた人も多かったしね。だから、なんとなくそういうことでしょ？さっきのあきこさんの体験も。そうだね。私、麻酔の場合は本当上に上がっちゃったから、そうか。上に上がっちゃった。だけど、多分今、よしさんみたいな感じで、感覚として緩やかなんだけど、こういうことだってもちろん覚醒体験になるし、みんな自分だったなって気づき、感覚、周波数みたいな感じになったんだと思うんだけど、結構あるんじゃないかな、みんな。攻撃的なものをやっぱり求めると、それはあんまないから、ね、緩やかだって思っていただくといいんじゃないかと思って。なるほどね。はい。これはよしさん、これちょっと。何ですか？幼少期の悲しみと傷が深すぎて、自他力でワークなどを試しましたが、癒しが進まず、
夫婦関係など最悪のままです。対面の映し出しは理解しているので、おすすめのセッションやワークを教えてください。なるほど。やっぱ傷が結構あったじゃない？あ、結構あったね。うん。うん、そうだな。どうした？傷がある、今の段階だと結構ね、辛いっていうのもわかるんですけど、でもそのだったりっていうのが最大のお宝ですよっていうこともやっぱり言えるんですよね。そういうものを持って生まれて、それを、なんていうの、癒していく作業なんていうのはすごい楽しいことなので、客観的に見たときにね。要するに自分でそれを設定してるわけだから、最大にそれ、すごく深いなって思ってるんだったら、最大にそれはものすごいアトラクションであり、なんかお宝でありってことだと思うんでね。だけど、あるタイミングでもういいやってなると思うんですよね。で、例えば、僕の場合もそうですけど、僕の場合はなんかいろいろセッションを受けたじゃないですか。だけど、あれはセッションを受けたから変わったっていうことも言えるんだけど、実は自分の中で許したっていうことなんですよ。タイミングとしては。例えば、あるセッションだったり、例えば日常の出来事だったりとか、いろんなことがなったんだけど、それっていうのは別に、このセッションがあったからこう変わったっていうわけでも、そう言われたらそうかもしれないけど、実は自分の中の多分許しとか、ブロック解除といえばブロック解除だと思いますよっていう感じ。で、その方自身が、多分もう本当の意味で OK よ、もういいよって思った瞬間、多分全部が変わっていくんじゃないですかね。タイミングとしてはね。でももうまだそうじゃないとしたら、それ結構まだもうちょっと味わいたいのかもしれないよねっていうのもある。結構味わいたいんだよね、本当はね。本当は宇宙からそうやっぱり体験しに来てて、やっぱり物足りないというか、もうちょっとでやりがちなんだけど、苦しいよね。僕も結構引っ張っちゃうタイプだから分かんないよね。何十年引っ張るんだけど、でもいいタイミングじゃないですか、今ね。世の中がそういう変わり目だからいいタイミングっていうね。感じだと思いますよ。もうそろそろだから結局自分が変わることを手放すというか、変わることを許す、っていうことになってくる。だからやっぱり傷が深いってさ、やっぱりこれもブロックなんですよ。あとなんていうのか、ブロックがいっぱいあるとかね、意外と簡単に外れちゃうんですよね、実は。ワークしても効かないってできないとかさ、そうやってそれも思い込みのすごい強いのが入ってるから、意外とだからもうちょっと強いのがだから来る可能性があるよね。もっと強くなるのが、そうするともう無理みたいになって手放すっていう時が来るのかなと思うから、そうだな、どこかでも諦めるというか、変わる自分を許すっていうところで力を抜いてあげるっていうんじゃないかな。そうだね。そういう感じかなと思いますけど、楽しみましょうよ。もうそろそろね、苦しいのはもう疲れたと思うし、特に今これからそういうところのあたりをずっとなんだろう、変わんないなってやってると変わりますから、簡単に変わるっていうことをやっぱりちょっと頭に入れていただくのと、やっぱり現実として起こることがやっぱ早いから、いい風にやっぱり意識を持っていった方がいいと思いますので、許すっていう感じかな。そうだよね。あれかな、なんかちょっとチャットを見てたら、あきこさんの声があんまり聞こえてないの？聞こえてるのかな、ちゃんと。ちょっとたまにいや、僕は結構聞こえてるんですよね。だからもしかしたら、わかんないよ。ライブだからそうなっているのかもしれない。でも、いや、いい感じなんだな。いや、いい感じなんだけど、僕としてはいい感じに聞こえない。ちょっともしかしたら、ちょっと近づけてみようかしら。いいかもしれません。はい。いいですね。いいかもしれないですね。で、どうしようかなとね、他にありますかね。そうですね。なんか楽しいね、これ。やっぱり質問考えていくのとか楽しくないこれ。ね、みんなのやっぱり、なんかいろんな、やっぱりね、人生とかもあるし、なんか、楽しいな、これ。へえ。これ、不倫について。今のこのなんかいろいろね、渡部さんの話もあるしってことね。そうな、話してほしいって
まあ、不倫。これいいね。へえ、不倫にどついういうて。感じで言えばいいの？どうしよう、あきこさんから行く？私から行く。もうね、不倫わかんないけど。っていううん。言葉うん。がもう悪いって決めつけちゃってるじゃん。この負あ、の漢倫って書い字がね、て。漢字的にってことね。漢字うん。が不倫、悪いっていうところから始まるっていう感じでしうん。うょ？うん。ん。これがとっても不思議なんですようん。ね。なんでこれうん。悪いっていうことになっちゃうのかなっていうん。ううか。ん。そうそうそう。で、こういうことがやっぱり地球っていうか、まあ、こう特に日本人の人とか、でも日う本人だけじゃないけん。ど、やっぱこう地球っていうのはこういうことが、こう、林立てるのが好きというかさ、うん。これがいけないこととかいいこととかさ、うまあ大体ん。悪いっていうことに対してなんか言うのが多い気がするのね。うん。そうそう。うん、だけど、まあなんかその人と人が愛し合ったりとかっていうのはとっても自然なことだうし、ん。なんていうのかな、特に宇宙的になってるっていうか、やっぱりこうボーダーレス、私たちの意識も広がってるし、こういうなんていうのかな、枠っていういろんなこう枠が外れてきてるから、いろんなことがやっぱボーダーレスになってくるから、やっぱ一人とか二人とか、一人なんだろう、これだけみたいにしてるとやっぱ苦しい感じになってくると思うんですようね。だからこんな不ん。倫なんてものすごいもっともっと増えて、逆にこの不倫っていうものに対しての観念がみんな変わる時なんじゃないかと思いますね。うん。私はなんか、そういうものに対しては何にも思わないというか、自分がするうん。とかは全然ないんだけど、うん。こういうものに対してなんか、なんでこんなになんか悪いとかいいとかやってんのかなっていう感じ、ちょっと不う思議なんですよ。ん。ね。まあ多分ね、何十年後かにはなんかそういう言葉があったらしいよっていう風になるかもしれないしね。うん、わそうかんないけど。そうそうそううそう。ん。まだあね。結婚制度もね、まあ僕もね、あきこさんは結婚してるけうん、ど、僕はうん。昔っていうかまあ、書いた本にも結婚制度っていうのは多分終わるだろうしっていう、あ、なんか多分うんうんうん。ちょっと古いっていう。うん、だけどやっぱり子供をやっぱり共に育てていくっていう意味の制うん、度としては今すごく最高だと思うので、うん、いうん、いと思うし、うん、だからといってなんかそれが悪い、なんかなんていうかな、そう、昔だったらね、それはうん、結婚しないとダメよみたいな風潮だったりとかね。うん、うまあ、そういうものにん、対してはそういう風に言いたかったっていうのもある。うん。でも、うまあ、僕はすん、ごい楽しいんだけどね。うん、う結婚。ん。結婚もまあ、いいよね。大変やっだけどね。ぱりうん。そうそうそう。やっぱりうん。こう一緒にこう何かをこう、なんていうのかな。うん。戦友みたいな感じで私は思ってるんですよね、旦那さんうん。のことを。あ、わかる。一緒にこう、ね、なうん。んていうのかな、子供を育てるのだっていうのも大変だよ。やっぱ大変だけど、一緒にやっぱ育てて、そこをこう乗り越えていく楽しさとか、うん。まあお互いのその、なんていうのかな、うん。なんていうのかな、やっぱり学びもすごい多いし、結構面白いよね。うん。結婚ってこともすごい面白いし。うん。深いなって思ったね。ううんうんうん。ん。うん。うそうそうん。そうそう。でも今制度はやっぱり変わってくる。事実婚とかも多いもんね。うん。だからうん。なんだっけ、籍を入れないで、なんだ、一緒にいる人とかもやっぱ多いと思うし、海外なんて多いんじゃない特に。うん。そうそうそうね。そう。うん。そのあたりはまあ変わる時なんじゃないですかね。うん。ね、これね。は。はい。なかな。ただ、あとよしさんなんかあるそっち。んまあ、これはもういいんじゃないこれで。うん、うん、うん。あと、そうかそうか、他のやつだうん、と、うん、うん。まだあんまり見てなかったのよね。下の方、下の方を見てなかったのよ、今。であ、ね、これいいのあったよ。あった？よしさんと私の奇跡的な出会いの体験談うで、どんなん。きっかけでつながって、裏話なんかしてあげようよ。あるっけ？裏なんてあったっけ？裏裏話話。は、裏話。裏話はないんですけどね。まあなんか、裏う話はん。ないよね。奇ただ跡的な出会い。僕が普うん。通に YouTube 見てただけですからね、あきこさんの。そう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 。もういつもそれはそんな話も何回も言ってもね、まあで YouTube も、まあもう一見て。回言いますと、なんか、あきこさんの YouTube を僕が見てたら、面白いなと思って見てたんですよね、と。うで、そしたん。ら、スターシードのね、話をした回がね、去年ありましたと。夏とか、まあ、ちょうど1年ぐらい前ですね。で、それを見て、なんか全く同じコンセプトでやりたいことをやろうと思ってたことを言ってるので、じゃあこれはうんうもうんコンタクトしなければってメールをしたっていうのが始まうん。りですよね。ん。うん。ああ、そうだね。あ、そう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 。裏話あったあった。これがあった。私、なになにすごい裏じゃなくて、裏じゃない。でも、それなんかね、あ、出た。最近流行ってるうん。らしいって噂も聞いて。
そうそう、マヤ歴うん。を私、知り合いになると必ず誕生日を全部チェックするんですよ。誕生日でこの人はどんな人かとか、こうやってた時に、うん。ヨシさんが私の、なんだっけ、反対金だったっけそれね、表あれでしょだから何万うん分の1とか言ってませんでした組み合わあ、せ。そう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 、すごいうん。珍しいあれなんですよ。うん。ちょっと何番だか何百なんだかわかんないけど、珍しいあれなんですよね。うそうそん。うそうそう、それはあったかな。あったっけそうそうそう。そそれが一つ、あれだね。う。うん。あとは、なんだろうな。まあ、そうそう。結局、あと僕びっくりしてるところといえばあれかな。うんうんうん、うちの母親の名前があきこですよっていう話、もう一回しとこうかな。ああ、そうだうね。ん。私のお兄ちゃんの名前がよしですそうよ。そうそうそう。ね。ね。で、よああ、しとあきそうそうそう。こで不思議な、こうお不思議互いね。ですよねっていう。お互い亡くなってそうそうそう。るんですけどね。お互い、うちの母親も。ね、そう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 。ね、亡くなってってあれそなんですけど。れはちょっと奇跡的なうん。感じかもしれないそうね。そうそうそう。でもなんかそのスターシードのね、サロンの方々も特に聞いたら、なんかそんなことばっかりみたいよね。なんかそういうそ奇跡う。的な人うん。同士系がなんかあったりとかするうん。みたいよね。うそうそうそう。ん。だから今は特にそういうのが多いから、結構マヤ歴とか面白いと思うんだよね。うん。マヤ歴だけじゃないけど、そういうなんか、やっぱご縁のある人とつながってたりするから、うん。なんかそういうのでチェックしたりすると面白いし、うん。なんだろう。やっぱり前世からの仲間に出会ってるんだなっていう感うん。うじが、ん。みんなそうだと思うよ。だから。そうそうそう。こんな感じかな。だよね。うん。うん。そしてね。僕もなんか一個ね、選びたいですようん。そうですよ、よしね。さん。ちょっと待ってね。なんか最近今書き込んでもらったやつか。ちょっと待ってね。かなえー、やりたいことがあるけど、それにはお金が必要で、電球の付け替えブロック解除も何度もしてるんですが、なかなうん。かうまくいきません。うまくやろうと思わないようにやってるのですが、お金の引き寄せについてのイメージの仕方などについて知りたいですか？これどうでしょうか？うん。あれの引き寄せね、うん。よしさんの方があれかもね、大あ、きいお金。マイク近くしてくださいって書いてるね。あ、ごめんなさい。あきこさん。聞こえますか聞こえうん。ますかそれいいかもしれないね。今 OK? うん。はい、遠いなね。うん。ああ、そう、お金の引き寄せね、お金。スピリチュアルなワーク的には、やっぱりそのおうん。金って数字の方に意識が向いてるから、あんまり数字の方に意識向けすぎないっていうのが結構大事かなと思うんですうん。うね。ん。だから特にこうさ、1ヶ月ごとに給料が入る人とかは、うん。お給料日とか、通帳の残高とか、なんかそっうん。ちの方に結構意識が向いてて、減っていくとか増えていくとか、これだけ入ってくるって、うん。決めつけちゃってるエネルギーが結構出てると思うから、あんああ、ま見ないようにやっぱりするっていうのが、私はなんかそのようにして結構自分が良くなったのと、やっぱりうん。これぐらい入っていくみたいな感じで、ちょっとこう自分が許していくんですよ、少しずつ。そういう感じにすると、やっぱこう、なんていうのかな、受け取れるエネルギーの量が増えてくるかなと思いますうね。ん。はい。そういう感じうん。かな。だね。よしさんはどうん。こに関し僕てはやっては、ますかそうだね。二つのやりうん。方をやってるというかね。うん。一つは、だから、あの、なんていうかな。現実的なゴールみたいなものもやるんだけど、うん。うん。あとは、行動もやるんだけど、うん。さっきの宇宙的なやり方で言うと、やっぱり枠を取るが一番楽なんですよね。で、自分の中にも結構枠がいっぱいあったから、お金に対する。でも、うん。もう外せば外すほど、やっぱりうん。大きくなってきました。お金という数字的なエネルギーもそうだしね。うん。でも、じゃあ具体的にどうやってるのかっていうと、うん。なんていうかな、一つはやっぱり自分もそうだけど、やっぱり確かにサラリーマンとかの時のブロックっていうのはすごいんですよ。ブロッうん。クっていうか、要は、枠ですね。さっうきの同じだん。けど、結局サラリーマンとか会社員で一つの仕事のみをやってる人っていうのは、それはそうだっていう、いわゆるこう、それを自分これだ自身でもけみたいなね。納得しまくってるわけだから、それはそうなりますよねっていう。だけど、それはもし副業というか複数とかやり始めると、ようやくそこの枠がなんとなく取れてくるから、自分の中の潜在意識的な枠と物理的な行動とかが
また比例してくるでしょ。で、自分でやり始めていくと、またそれがまた大きくなっていくと。だけど、まあ、多くの人たちはね、やっぱりそれで、経験とかがやっぱりなかなかなかったり、その成功体験でちょっとずつでもそれが大きくなった経験がないと、また自分に対する、自分なんていうかな、価値みたいな、そう、自分はこれぐらいの収入を得られるんだよっていうのが、なかなか深層意識までいかないんじゃないかなっていう感じもあって、だからこそ体験と行動みたいなのもやっぱり必要なのかなっていう気もしてるのよ。だけどもう一個のやっぱり重要ポイントは、もうやっぱり超枠取る系が僕好きで、もうこの数年間結構面白いこといっぱいやってるよね。そうだ、一つ、最近やったことで言うと、クラウド上に請求書を僕は会社で出してるんです。クラウドの請求書を出すやつがあるんですけど、要はクラウドっていうのはようなインターネット上で請求書を書いて、その会社にメールで送ったり郵送してもらうっていうサービスがあるわけ。その中の一つに宇宙に対する請求書を出してるのよ。で結構何回かやってて、何回かやったら何回か入ってくるんですよね、それびっくりすることにね。でもそれも大体忘れるぐらいの時にちょうど忘れるぐらいの設定ぐらいの日付にしとくんだけど、まあこれはね、やってみたら、宇宙に対する請求書、そうよ。やばいな、やってみよう。そう。楽しい。で、しかもその時に明細書かなあかんかな。僕は明細書いてるかな、ちゃんと。っていうのがね、例えば、数字が根拠がないとイメージができないんですよ。これをやりたいから、これをやるための費用、これやるための費用、これとこれとか全部バーって書いて請求を出さないと納得できないみたいで、潜在意識なのか宇宙さんなのかわからないけど。なるほど、なるほど。そう、そんな感じかな。参考になりますね。これはちょっと具体的だったので、皆さんやってみてください。面白いかもね。クラウドでやるのがいいかな、僕はおすすめ。クラウド。みそかっていう確かサービスがあるんですけど、僕は会社で使ってるんだけど、確か無料でも使えるんじゃないかな。請求書を出すやつ。はい。ありがとうございます。じゃあそろそろかな。そうだね。そうだね。じゃあね、最後にまた、今回ね、やっぱりこうやってたくさんの方々がね、こうやって、ライブでつながってもらって、で、しかもこの動画もまた見てもらえるんだけど、今のタイミングで、やっぱりみんなに必要なことをまた宇宙からのメッセージで、これ見る人たちにね、最適なメッセージを下ろしてもらいたいなと思うんですよね。はい、わかりました。今、一人一人、なんていうのかな、最善なことが起きてるって思ってください。そして今何か問題があると思っている人は、その問題をなんていうの、簡単に乗り越えることもできますし、何も問題がないって思っている人は、それがずっと続くって思っていただくといいと思います。とにかくご自身が今、目の前にあることっていうのは自分にとってそれぞれの学びというか大切な体験が目の前に来ていますので、一つ一つを、自分のペースで進んでいってください。やっぱり外側の方に、なんていうのかな、外で起きていることの方に意識を向けると自分自身のそういう自分を見るっていうことが遅れていきますので、一人一人が今自分が何をするのか、何を体験していくかっていうのを選び取っている、体験しているということをしっかりと認識してください、楽しんでくださいって言ってます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。またぜひね、これライブやりたいですね。定期的にでもいいし、何ヶ月に一遍か月1回か分かりませんけどね。ご質問ね、本当にたくさんありがとうございます。ちょっとしかね、できなかったけど、楽しいね。楽しい。ね。じゃあ、最後にまたデバデバで、皆さん、コメント欄にデバデバって書いてもらったらどうでしょうかね。そういうのありですかね。いいよ。ね。はい。行きましょう。
ます。はい、ありがとうございます。それでは、今日もありがとうございました。ではでは、ではでいきます。は、ではでは、ではでは、ありがではでとうございましは、た。ではでは。ではでは。いいね。いろんな方々がね、書き込んでくれてます。ありがとうございます。ではでは。ではでは、ではではいっぱい来てる。めっちゃではでは来てます。ではでは。そんなではでは来ました。はい。じゃあ、ここで一旦ストップします。ありがとうございます。では。